はい、チャッピーです。ペレット、うまいな。最高や。ニュースやったな。今日のニュースはこれや。韓国の新駐日大使が、着任前に電話取材に応じたそうです。日韓関係は、1965年の国交樹立以来、最悪の状況だと指摘。今後、歴史問題は、日韓が膝を突き合わせて真剣に議論し、政治的解決策を模索していくべきだ。なんて言ってたそうやけど、わし思うねん。解決方法の第一歩は、あんたが大使就任を辞退することやで。わし、絶対にあんたの陛下、侮辱発言は、許さへんよって。なんとか言う。引きガエルみたいなやつの発言はもっとやけど、わし、ウサギやんか。大国主の御事に助けられて以来、皇室には恩があるんや。歴史問題？そんなものあらへんやろ？慰安婦？あれは高級売春婦やろ。つい最近も嘘をついていた元慰安婦やらがいたくらいやないか。慰安婦やって嘘をついて日本をゆすってたんやろ。それは歴史問題やない。犯罪やで。その辺は、わし、いや、香川が漫画にしてるから、見たってや。概要欄に電子書籍のリンクを貼っておくわ。でもって、徴用工も存在しない。あれは応募法や。裁判の判決文の中にも、はっきり本来解決済みであるが、国民感情が許さないとか、わけのわからないことを言っとるんじゃなかったかや。でも、もちろん、全部難癖をつけてきている。韓国側の問題なんやし。今の状態で、日本は全く困らへん。そこに、こんなのを大使として送り込んでくるんやから。韓国側も、関係を誤って改善したいとは思ってへんやろ。ともかくまずレーダー照射問題。あれに関して謝罪をしてからの話や。忘れたらあかん。韓国民はしつこい思てはると思うけど、昔のこと、それも虚偽に関することで、難癖をつけ続けているのは韓国の方や。あれだけ証拠も上がってる。実際に危険な行為をうやむやにしてしまうのはダメや。もちろん他にもたくさん問題はあるんやけど、まずそこからやん。そして絶対に宮中に入れることは拒否。大使の越権拒否は前例がないというなら前例を作ればいい。そもそも侮辱発言をしている人間を大使にしたこと自体が前例がないんだし。そういうことや。今日はこの辺でやめとこ。韓国の話をしたら止まらなくなりそうやし。最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録したってや。いいねやコメントなんかも大歓迎や。ほな。はい。チャッピーや。今日は中国海警法の話をするよって見たってや。ペレットうまいな。最高や。中国が勝手に制定した海警法の話やったな。これ見たってや。フィリピンとベトナムが中国海警法に猛反発してあげた声やん。フィリピンの六親外相は南シナ海は開かれていることを踏まえると、海警法は戦争を仕掛ける脅迫だと批判してるんや。ベトナムの外務省も、ベトナムは国連海洋法条約に基づいて水域の管轄権を証明する十分な法的根拠と歴史的証拠を有してると主張してるんやで。URL を概要欄に貼っておくから見たってや。南沙諸島の領有権の判決を無視している中国に正当に権利を主張しても無駄やろうけど、主張しておかないとということやな。それに対して日本の反応は、茂木敏光外相が武器使用を容認する海警法が施行されることに関し、我が国の懸念は中国側に伝えている。法施行が現場に与える影響を含め、海警局をめぐる動向を高い関心を持って注視していくと述べたそうや。
わし、この人嫌いやわ。中国の王毅さんの時の、ニヤニヤ、顔で、一気に人気を落としはったんやけど、もともと、もっとこわもての人かと思っていたんやけどな。韓国相手には強気やけど、中国には頭が上がらへん。そんな印象や。そう思ってたら、自民党の保守系グループ、日本の尊厳と国益を守る会代表、青山茂春参院議員は2日、中国で海上警備を担う海警局に武器使用を認める海警法が施行されたことを受け、自衛隊と米軍の尖閣諸島周辺での共同訓練の実施などを求める政府への緊急要望を取りまとめた。5日に菅義偉首相に提出するそうや。ことや。ことやで。でも足らへんねん。実際に武器を使われてからでは遅いねん。いや、多分、実際に武器はなかなか使わへんやろ。日本が何かしとらという話や。例えば、尖閣に灯台を建てるとか。そやからわし思うねん。先に国会の場ではっきり言うたらええやん。日本の漁民を脅かす武器を装備した海警の船は、警備船とは思えへん軍船とみなします。もし、日本の領海内で発砲するようなことがあったら、宣戦布告、侵略行為とみなし、それ相応の対応をさせていただくと。もちろん、中国産は認めへんやろうけど、もともと何を言っても、都合のいいことしか認めへんねん。先に発砲されたら即座に反撃しますと、宣言しておくことが必要なんや。戦争がしたいわけやないで、即座に反撃するっていう、レッドラインをはっきり定めておくことが重要なんや。それで、初めて抑止力になるんや。このままやったら、次は領海ギリギリで、威嚇射撃でもされたらもう対応できへん。ちょっと待って、考えるからとか、言ってる間に、また一つ詰めてくるだけやで。断固たる姿勢を、今のうちにはっきりさせておかないと。世界は、尖閣を、日本の領土と認めてくれへんで。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録したってや。もちろんここだけやない。できたら、わしの部屋もお願いや。高評価やコメントなんかもしてもらえたら嬉しい気に。ほな、また。チャッピー、チャッピー、ご飯だよ。お、なんや、チモシーか。わし、ペレットの方が好きなんやけどな。で、なんや、二階さんの話か。ニュースでやってた。二階おろしだって。これやな。なに自民二階幹事長、党内二階おろしが始動。首謀者は SHK トリオ。どうする？菅総理。チモシー、うまいな。なんだよ。それ、二階さんが辞めるかもしれないんだぜ。まだわからんやろ。でも、菅総理の支持率が急降下してるき。後ろ盾に二階さんの更迭はあるかもしれん。なんか嬉しい。わしもや。なんか二階さん、すか。あの人、なんや。うさぎ食うとる顔してはる。うさぎは食べないだろ。肉は好きそうだけど、ステーキじゃね。そんなことはどうでもいいんや。それより、これ、見たってや。え、これってウィキ？清華大学？そや。中国版アイビーリーグ言われてる大学の一つやん。それがどうかしたのか？アホ。日本人関係者のところ見てみや。ああ、こんなところに二階さんの名前が。名誉教授？創価学会の池田さんもや。公明党に関係ある宗教法人創価学会のトップが宗教を否定している中国の大学の名誉教授ってのもええのかって思うんやけど、問題は二階さんや。当然報酬はもろてはるんやろ。知らんけど、仮にも政権与党の幹事長が外国の大学、それも中国のような一党独裁の国の大学からお金をもろてはるっていうことは、
完全に中国っていう国からお金もろてはるっていうことやろ。ええんか？堂々とウィキに載せてるんや。本人は全然悪いって思ってないかもしれへんけど、中国から金をもらって中国寄りの発言をしてるって思われても仕方ない当然のことやろ。ちもしうまいなあ。そうだね。2回おろし成功してほしいな。そやなあ。わしも二階さん好かんし、キングメーカーとか影の総理とか好かん。しかし堂々とウィキに載せてるとは思わんかったわ。たまたま別のことで清華大学を検索したら見つけたんやけどな。お前ウサギのくせにウィキ検索するんか？たまたまや。悪いか？いや悪くはないけど。ほな言わんとき。最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントなんかいただけたら嬉しいですね。でもこの手の話をして漫画チャンネルさんに迷惑がかかったら申し訳ないんで、できたらわしの方のチャンネルも概要欄にリンクを貼っておくんで、登録してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。ゆくゆくはそっちでこういう話をって向こうはチャンネル登録全然おらへん。チャッピーの部屋、うさぎさんニュースやで。今日のニュースはこれら。連邦議員の長男アイドル、国内より党のこと考えるなら国会議員辞めるべきと批判。すごいなこれ。おっかない蓮舫さんに噛みつくんやから。噛みつき親なめに噛みつく長男がね。まさに親子噛みつき亀やん。アイドルグループ、ボーイズボーイのメンバーで、立憲民主党所属の連合参院議員の長男、村田凛が3日夜、YouTube ライブを行い、国会中継を見た感想として、国難、新型コロナウイルスより、党のことを考えているなら、国会議員を辞めるべきと厳しく批判したそうや。1月27日の参議院予算委員会を見たという村田は、こんな状況下にもかかわらず、政治家の方は、なんで揚げ足取り大会をやってるのかな？もちろん、間違ってしまったり、失敗してしまったことに蓋をしろ、ということではなく、たくさんの時間をとって大々的に、揚げ足取りを取る必要があったのかな、と疑問に思ったと告白。なんや、ごっつ正論やないか？与党も野党も、今のコロナの改善のことではなく、今年行われる選挙のことで頭がいっぱいなんだなぁと思いましたと、質問に立つ野党側の姿勢も批判。国難という状況においても、党のことを優先で考えているのなら、国会議員を政治家を辞めるべきだと思いますと落ち着いた口調ではあるが、厳しく批判した。長男さん、芸能人として本音キャラで攻めるつもりなんかな？蓮舫さんもタレント時代は本音を言ってる印象やったし、父が台湾人、母が日本人。19歳の時、兄弟の就職もあって日本に帰化した。東京で生まれ育った身にとって暮らしに変化はなかったけれど、赤いパスポートになるのが嫌で寂しかった。父や母を通してくれた台湾、アジア。自分の中のアイデンティティは日本とは違うと感じる。家に帰ってルポや歴史ものの本を読むのが好き。ゆくゆくは報道やドキュメンタリーの仕事がしたいという。あれ？この時は手違いで孵化してなかったはずやのに、確認もせずに作詞と思ってたんや。なんてことはまあいいか。わし思うに、台湾人のお母さんって子供にないんやないかな。漫画チャンネルさんも、あ、それはいいか。国会で見せる。怖い蓮舫さんと違って家庭では、子供には物ごっつ優しかったんやないか。旦那さんに吐き気使ったみたいやけど、それも漫画チャンネルさん。あ、それもいいか。そんな気がするわ。団体わし、もともと蓮舫さん嫌いやなかったんや。台湾出身やし。それが政権を取って前面に出てきたあたりから、2番じゃいけないんですか発言とか、ちょっと変だなって思い出して、まさかタワワン人が
中国の大学に行って、工作員かスパイになって帰ってきてるとは思えなかったわ。大体、小池さんが出馬した時の都知事選。わし、蓮舫さんが対抗馬に立ったら思ってたんねん。それが、まさか、その後、二重国籍問題が発覚して、叩かれまくり。言い訳の記者会見も、全然会話が成立してないし、わしの見る目のなさを呪ったわ。都知事選出馬を見送った時点で、参議院議員を辞職するわけなかったやろうから。今は、次の参議院選が楽しみやわ。任期が6年で、解散のない参議院。府議員が辞職しない限り、途中で民意を捉えることはない。疑惑が発覚してから、蓮舫さんの初めての選挙なんや。多分。蓮舫さん、選挙に強いいうイメージあろうけど、それは、疑惑発覚前、カミツキガメの正体を表す前の話や。今のあの姿を見られても再選するんか？わのもっつ、楽しみやわ。わあでも、22年。来年か。それなら全部わかってるんやろうし。長男さん、全部暴露してくれへんかな？物ごっつ人気出るで。で、それはちょっとかわいそうか。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してくれたら嬉しいです。いいねやコメントなんかも入れてもらえたら感激です。よかったらわしのチャンネル、チャッピーチャンネルも登録したってや。概要欄に URL 書いとくよって。香川チャンネルの名前変更や。乗っ取ってやったで。ほな、また。チャッピーの部屋。うさぎさんニュースやで。今日のニュースはこれら。中国のウイグル族への拷問、性的暴行に非難声明、超党派議連っていうごっつええ話や。超党派の対中政策に関する国会議員連盟 JPAC は9日、中国新疆ウイグル自治区の少数民族ウイグル族らの監視、統制を目的とした再教育施設で訪問や女性への性的暴行が組織的に行われていたと BBC 放送が報じたことを受け、重大な人権侵害を非難する声明を発表した。声明は、米政府がウイグルで行われている出来事を中国共産党によるジェノサイド、民族大量虐殺、人道に対する罪と認定したことに触れ、国際社会は今こそ事態の真相を解明し、残虐行為を止め、弾圧されている人々の尊厳を回復するために連帯しなければならないと主張した。今更言う気もするんやけど、こっちゃで、やっぱりイギリスの BBC の報道が効果あったんちゃうか？ウイグル族施設で性的暴行の報道、国際調査求める声強まる。中国新疆ウイグル自治区の少数民族ウイグル族らの監視、統制を目的とした再教育施設で、性的暴行などが組織的に行われていたと報じた。BBC 放送の報道が国内外で反響を呼んでいる。やっぱり BBC でやるっていうのは効果あるんやな。それともポンペイオ元アメリカ国務長官のジェノサイド認定が効果あったのか。ともかく今まであまり話題にならなかったのが本当にいいことやで。ただ問題は日本のマスコミや。やっぱりまだまだ全然報じてないような気がするで。そんな中にあってこれや。清水智美さんの命がけの証言。ウイグル人の命がけの訴えを漫画にしたものや。今回の BBC の報道に対して中国のマスコミが完全否定する報道をしとるようやけど、わしには在日ウイグル人の方の証言、そしてそれを元に描いたこの漫画の方が思いっきり信じられるわ。実はわし虎ノ門ニュースで知ってたんやけど、Twitter で誰かのツイートで見かけた時に思わずレスをつけてしまったことがあったんや。こういう作品を、例えばこの漫画チャンネルさんのようなところで漫画動画の形にしたらもっと大勢の人に見てもらえるんじゃないかなって。もっとも漫画チャンネルさんは漫画動画のチャンネルとしては
全然視聴者数が少ないんやけど、それこそもっとたくさんの人が見てるようなところでって思ったんや。あ、かわいいウサギのチャッピーさんやないで。チャッピーの皮をかぶったおっさん、香川の方や。チャッピーさんはツイートできるよってな。そしたら清水智美さん本人からレスがついてびっくりしたんや。桂尾さんという方がもう YouTube 動画にしてますって慌てて見に行ったら何十万も再生されてて、それこそ漫画チャンネルさんなんかでやる必要なんて全くない。思わず謝ってもうた。よく調べもせずに変な書き込みをして申し訳ありませんってな。それが今回はやっぱりそれほど一般に宣伝されてないのにもかかわらず、あのハードカバーの本がこれだけ売れてるんや。やっぱり長い間の地道な活動が実ってウイグルの問題が周知のものになってきたんやな。なんか漫画ってすごいな。しみじみ思うわ。あ、わしの漫画やないでってチャッピーさんでももちろんなくて、香川の方の漫画じゃダメやって話や。わしの漫画じゃこういう事実を淡々と伝えるのには向いてへん。わしが書いたら派手に書いてもうてリアリティが落ちてまうんや。もちろんわしはわしなりのやり方で書くしかないんやが、そやリアリティや。中国の報道官チートはリアリティってことを考えてや。ただまくしたければいいってものやないで。真実にリアリティがチートはないとまた言ってるで。で終わりや。今日も最後までご視聴いただきありがとな。よかったらチャンネル登録したってや。いいねやコメントなんかも大歓迎。遠慮なく書いたってや。ほな。チャッピーの部屋、うさぎさんニュースやで。今日のニュースはこれや。森喜朗会長の辞任劇にネットハッシュタグ森喜朗さんありがとうとウスポの記事や。東京五輪パラリンピック組織委員会の森喜朗会長83が11日女性蔑視発言を理由に会長を辞任する意向であることが明らかとなった。これを受けてツイッター上にはハッシュタグ森喜朗さんありがとうがトレンド入りしている。ジャーナリストの有本薫氏58が呼びかけたもので、森喜朗会長に感謝を伝えてくださいというリプライ、コメントが私の元に多く寄せられています。同じ思いの方は下記のフレーズ付きでここへリプライください。必ず全てお伝えすることを約束しますと投稿していた。これを受けてネット上では森会長に対し、今まで日本のためにご尽力くださりありがとうございました。日本のスポーツ界に大きな足跡を残していただいたことは忘れませんなどと感謝を綴ったコメントが多数寄せられた。さらに森会長の辞任劇に今回のバッシングは異常、今まで日本を支えてきた人へ失礼ではなどと一連の騒動に疑問の声を上げるコメントも見られた。本当にわしもそう思うわ。なんだか異常なバッシングや。全文読んだら全然女性蔑視発言には思えへんのにな。なんとかいう女性のアスリートが思いっきりバッシング発言しておったニュースも見たんやが、どう読んでも森さんの発言を全部読んだとは思えへん。切り取り文章だけを読んでバッシングしてる印象やったわ。もし全文読んだんやったらあまりにも読解力がなさすぎや。自分は頭悪いですって言ってるようなもんやで。悪いから記事はあげんとくがな。まああの切り取り方を見たらその発言も本当に言ったのかと疑ってしまうレベルやん。都合のいいように使われてるだけやないかってな。総理の時もやたら叩かれまくってやめさせられた印象やった。それこそ世界の失眠王だの、サメ並みの脳みそだの、
思いっきり失礼なことを言われまくってな。あの頃は、今のようにネットなんてあまり発達してなかったから、マスコミの言う通り信じてたんや。なんでこないアホなことばかり言うんやろってな。でも違ったんやな。アホなことばかり言ってたんやない。悪意を持ってアホなとこばかりになるように切り取ってたんやな。ほんと怖いことやで。中立的な意見を装って世論を誘導してきたんや。今回のツイッターの件でバッシングが世論の全てではないってもろバレやったけどな。森さん、長いこと悪意あるマスコミと戦ってきたんやな。そしてもう疲れてしまったんやろうな。長いこと本当にお疲れ様でした。ゆっくりとお休みください。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。一言だけでも森さんにお礼が言いたくてこの動画作っちゃいますが、よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントなんかももらえたら嬉しいです。ほな。チャッピーの部屋、うさぎさんニュースやで。皆さん、ご無沙汰やったな。うさぎのチャッピーさんやで。久しぶりやな。急遽ニュースやってくれ言われて登場や。あんまりわしのニュース、漫画チャンネルさんには似合わへんけど、わあ、かわいいうさぎさんの漫画ニュースを持って聞いてや。とりあえずお食事からや。チムシーうまいな。違ったタイトルからやった。韓国オワコンや。わしも休んどる間、先月竹島の日があったこともあって、久しぶりに韓国ニュースがいっぱいあったな。一番新しいのはこれか？韓国産の中央日報の記事や。文大統領は対日姿勢のことで責められとるわ。まあ、そないなことどうでもええことやな。それで続けてこれや。よっぽど日本にすり寄りたいんか。日本のことばっかり言っとるで。文大統領、東京五輪成功のため協力。韓日関係改善メッセージやそうや。いや、わしをはじめ、大多数の日本人は、日韓関係は今のままで十分思てはるやろ。改善なんてまっぴらごめんや。ほんま、こういうニュースを見て、つくづく思うんやけど、今の日韓関係っていうより、韓国ニュースって、オワコンやなって。武漢肺炎や尖閣問題とか、南大山積みの中国、その中国に引っかき回されてるとしか思えん。アメリカの選挙とか、目の離せないニュースばかりの中で、すっかり韓国の存在を忘れとったわ。本当は今、韓国で大騒ぎになっとる。これ、ハーバード大のラムザイヤー教授の論文なんか、すごい話題になってもおかしくなさそうやけど、韓国では相変わらず大騒ぎやけど、日本では大したことあらへん。ほんと、オワコンや。慰安婦の問題なんか、本人が自分は慰安婦やなかったって、詐欺師宣言しとったのにやめや。正義連？詐欺師とつるんで日本から金ゆそっといて、正義もクソもないやろ。何が正義や。おっと、熱くなったらオワコンやないな。正直もう、若々しくて、腹も立たんからオワコンなんや。だいたいラムザイヤー教授の言っとったことも、
もともと、わし、かわいいうさぎのチャッピーさんやない。中身のおっさん真ん中、香川の前に書いた漫画。千地番春宿物語に書いたことと同じやん。まあ、おっさん漫画家とハーバードの教授の言ったことじゃ。比べ物にならんやろうけどな。概要欄にリンク貼っとくから、読んだってや。もう、オワコン韓国の話題やさかい。言うこともない思っとったけど、昔書いた漫画のことを言いたくなってきたわ。まあ、そのうち、ラムザイヤー教授の記事と合わせて、話題にさせてもらうわ。心配なのは、オワコンの影に隠れて暗躍しそうな、日韓議連。話題にならんのをいいことに、影に隠れて何かしてそうやけど、日韓トンネルとかな。日本人は、誰も望んでるやつなんか、いいへんから大丈夫やと思うけどな。それにしても、わしのチモシーの食べっぷり、ほんとかわいいわ。見てないんか？かわいいで。ほな、今日はこの辺りで。続きはまた話させてもらうわ。最後までご視聴ありがとうございました。見てくれて本当嬉しいわ。よかったらチャンネル登録お願いします。わしのチャッピーの部屋の方もお願いや。いいねやコメントなんかも大歓迎。チモシーの次くらいに好きやで。ほな、よろしくお願いしますで。チャッピーの部屋、うさぎさんニュースやで。今日のニュースはこれや。台湾産自由パイナップル。中国の圧力に勝利、日本も支援。記事は、突然輸入禁止になった台湾産パイナップル。台湾の市民と企業は収穫の開始直前に、中国税関から無期限の禁輸措置を受け、不当な中国の圧力に台湾国内のパイナップル生産者を一丸となって支援しているという話や。日本も最も早く反応した国の一つやったそうやん。台湾政府のパイナップル推進キャンペーンの初日に、日本からの受注は 62% 増加したそうやん。今年の在日輸出量は前代未聞の5000トンに達すると予測されるようやで。ことやん。わしやのうて漫画チャンネルさんは、台湾と縁が深いよって、台湾パイナップルごっつん食べたそうやん。ほんとうまかった言ってるで。OG ビーフや日本相手のレアメタル。こんなことばかりやってる中国とは少しでも離れた方がええんや。そのためにも、少しでも中国に依存しない輸出入や。今回の日本の対応は素晴らしい。でも、まだまだ足りひん。台湾には美味しいフルーツが5万とあるんや。って漫画チャンネルさんが言っとった。パイナップルだけじゃない。輸入してほしい。台湾フルーツを紹介するで。まずはこれや。パイナップルと並ぶ台湾フルーツ言うたら、やっぱりマンゴーやろ。漫画チャンネルさんが初めて台湾に行った時、普通の家庭でこよりとこの持ち方をしてくれて、感動したそうや。わしはうさぎさんやけど、生野菜、生フルーツはダメ。乾き物専門や。で、漫画チャンネルさんが一番食べたい台湾フルーツはこれやって。あっさりしてて、全然ベタベタしてなくて、いくらでも食べられるって、漫画チャンネルさんが言うてた。日本では、グアバとかいろいろな名前で呼ばれてるようやけど、向こうで耳にしたのは、バラやそうや。これもあっさりしてて、バリバリといくらでも食べられる言うとったわ。他にももちろん、ライチーをはじめ、シャカトウやスターフルーツ、ドラゴンフルーツなんかもおすすめやて。シャカトウって、お釈迦様の頭みたいやから、シャカトウなんやって。面白いな。本当はマンゴスチンが
一番好きやったそうやけど、日本に入ってきたのを見たら、高級フルーツになってて、手が出なかったそうや。で、知っとるか？台湾の人は、日本のリンゴと桃が大好きなんやって。お互い好きなんやから、輸出し合ったらええ。中国や韓国と違って、台湾は食の安全が信用できる国や。やっぱりこれよな。台湾 PPP 加入。待っとるで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。いいねやコメントなんか入れてもらえたら最高に嬉しい。ご機嫌うさぎさんになってしまいます。ほなまた次のニュースで。チャッピーの部屋、うさぎさんニュースやで。今日のニュースはこれや。蓮舫さん、ぶっちぎる。大手広告代理店の闇調査。上司になってほしくない女性有名人ぶっちぎり。1位は蓮舫さん。やそうや。なんや、やっと、こういう記事が表に出てくるようになったかと思うと、うさぎさんながらに感無量の思いやで。なんといっても、野党勢のマスコミに守られている感は、ほんとひどいもんやからな。例えば、この記事なんかそうやな。関西生コン事件の報道。これだけの大事件なのに、大手マスコミは全然報道せん。主犯の逮捕された関西の生コン業界のドン、武健一被告とズブズブの関係で、大阪のお父ちゃんと呼んで、当然資金供与も考えられる。民主党の辻元議員のことなんて、大手マスコミ肌荒れも報道しへん。意見シャーシャーと国会で質問しとるわ。森かけ桜はもちろん、今やっとる菅さんの長男の問題、丸川さんの選択的夫婦別姓の問題なんか、わしは全然興味ない。むしろ、国会でこの人が出てくるだけで、この事件を思い出し、顔を見るだけで虫綱走るわ。でもこの人、人気あるんやな。今はどうかわからんけど、秘書給与流用事件で有罪判決を受け取んだくせに、平気で国会議員に返り咲いて、ぬけぬけとどうでもいいようなこと質問しとる。ま、わしに言わせればそれもこれも、マスコミの報道姿勢の問題やん。生コン事件とのつながりのことをちゃんと報道してれば、この人なんか、国会になんかいられるはずないんやから。おっと話がそれたわ。それっぱなしやわ。蓮舫さんのことやったな。これは事件やないんやが、やっぱりあまり大手マスコミは、報道せえへんな。でも、国会中継なんか流しとったから、この人の嫌な面が知れ渡ったんやな。否定的なことは、ほとんど話題にもしてないのに。この結果やからほんとすごいわ。テレビの印象操作に乗らずにこの結果。ほんと、元タレントとは思えない。自己演出力が欠如しとるとしか思えへんわ。こういうのがかっこいいと、見とる人に受けると思ってるのかもわからんけど、長男さんにまで批判されとるのが理解できへんのかな。また、こういうことを言うと、中の人の年がバレるんやけど、昔、アメリカ留学して帰ってきたばかりの時の、松田聖子の記者会見がひどかったのを思い出すわ。あんまりタレントの記者会見なんて、興味なかったんやけど、アメリカ帰りのキャリアウーマンできる女みたいのを演出したかったのか、今の蓮舫さんみたいな喋り方で、そうバッシングを受け取ったわ。松田聖子さんは、すぐ、そのことに気づいて、元のぶりっ子路線にキャラを戻して、未だに一線級や。頭がいいんやろな。それに比べて蓮舫さんは、全然気にせず、あの口調一直線。自分が周りにどう見られとるかなんて、全く気にしてないように思えるわ。はっきり言って頭悪いんやろな。先のことなんて何も考えずに、タレント時代、日本のパスポート見て、悲しくなったとか平気で言っとるしな。本当は当時二重国籍やったから、台湾のパスポートも持ってたはずやのにな。言わなくてもいいことを、なんで言うんやろうな。やっぱり頭が悪いとしか。先のことなんか何も考えずに批判ばかり言っとるから。ブーメランの女王なんやろな。まあ、自分の態度が国民に嫌われてるのが、わからんなんて、国会議員の資格は皆無。もっとも、わしは、
この人は政界入りする前に、上海大学に留学しとるんで、そこで洗脳されて工作員になったと思ってるけどな。中華洗脳工作国会議員や。もちろん、ただのうさぎさんの想像やで。当時は台湾出身やのに、なんで中国の大学に？やっぱり外省人の家系なんかなと思っとったけど、今になっていろいろこの人のことが分かってくると、政界につながりの深い台湾貿易商の家系やから、中華に目つけられとったと思うたわ。たく、国会はどっかの国の工作員だらけに見えるわ。それをどっかの国の工作員だらけのマスコミ、芸能界が全力で擁護する。わしにはそうとしか思えへん。あ、陰謀論やないで。あくまでも、そう思えるっちゅう話やん。まあ陰謀論でもどうでもいいんやけどな。その構図を持って生まれた性格。頭の悪さでぶち壊した蓮舫さん。おもろいなぁ。ただ、こんなことを言うと、その蓮舫さんを選んだのは、東京都民やろって言われるんやけど、蓮舫さん参戦しとるんやけど、ここまで性格、主義主張が表に出てからは、最初の選挙になるんやないかな。前、小池さんが初めて立った時の都知事選に対抗馬として出るとかでないとか噂があった時は、まだこれほど嫌われてなかったと思うし、わしも台湾出身やし、そんなに嫌いやなかった。あの後、二重国籍問題が表に出て、ああこういうことやったのかと思ったんやけど、あれを蓮舫さんに入れるところやったかもしれん。このところは桜井さん一択やけどな。それやから頼む。次の参院選でこの人を落としてほしいわ。もちろんわしは投票してへんのやけど、危うく都知事選に投票しそうになったことを思うと、腹渡が煮えくり返るで。頼む。もう、この顔、このおしゃべりは見たくないんや。実はそれが言いたくて、この動画作ったんや。危うく騙されそうになった。一都民、いや、一とうさぎさんの言い訳や。最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録したってや。いいねやコメントなんかも大歓迎や。はな、また。チャッピーの部屋。うさぎさんニュースやで。はい。チャッピーです。今日のニュースはこれ。台湾 vs 韓国の話題や。ニュース言うても、新しい話やあらへん。ごっつ古い話やん。ただ、台湾の人から直接聞いた話に、似とることを書いとったサイトを見つけたんで、古い話やけど、動画にしよう思いますねん。台湾の人に直接聞くまで知らんかったんやけど、台湾は日本以上に平坦って言われてる理由や。日本が中国との国交正常化を図るため、台湾と断交したのが1972年や。それがそもそもの間違いだったんやと思うが、それは置いといて韓国も遅れること20年。1992年に中韓国交樹立を図ったんや。それを聞きつけた台湾政府は、韓国が台湾と断交するのでは思い、各国政府と幾度も交渉を行ったそうやん。それに対する韓国側の答えは、断交などありえない、ということだったそうや。そもそもそれまで散々、日本に旧友台湾に対する裏切りやって、非難し続けてきた韓国や。しかし、日本は台湾との断交に際し、政府間レベルでの協議を続け、台湾と断交しても、民間交流を続けるとの約束し、今に至るまで、その約束を履行してきたんや。それは、今回のバナナの件でもわかるわ。ほんと、胸が熱くなるような思いや。田中角栄のバカな日中国交正常化なんて、お題目に騙されなければな。まあ、日本のことはまたいつか話すとして、今は台湾と韓国の話題や。その韓国は断交などありえないと言うた上で、台湾に当時全く売れなかった韓国のボロ車を5万台売りつけてきたそうやん。つい最近のタイガー・ウッズの件でもわかる通りの欠陥だらけのボロ車や。それが何十年も前の輪をかけたゴミやで。台湾は足元を見られてその車を買わされたそうやで。90年代にわしが初めて台湾に行った時に何台も韓国ボロ車が走っとるのを見たわ。今まで日本では2台しか見たことないんだけどな。
1台は日韓ワールドカップの時、見かけない車が走っとると思いとったら韓国車やったわ。もう1台は沖縄でレンタカーを借りたら韓国車で怖なったわ。確か、その頃全く売れないんで、日本から撤退したって聞いたような気がするわ。それを言うと、日本人は玄関で韓国の車を避けるとか言い出すやつがおるんやけど、考えてみいや、これだけいる在日が買っとったら十分やっていけるんやないか。それが、身内の在日ですら買わんかったんやで。まあそういうことやって。いかんいかん、台湾と韓国の話やったな。つい車の話やとそれてまうやん。で、韓国は5万台ものボロ車を売りつけたあげく、騙し討ち知的に観光に踏み切ったそうやん。しかも、この時の韓国メディアは、我が国の見事な作戦により、台湾にその意図を察知されずに、断交が行われたなどという記事を掲載していたというから、今また聞いただけでもヘドが出そうになる国民性や。か、この話は恥やないんやで自慢なんやで。あの国は恥なんて考えはなかったんやな。しかもや、この話は知り合いに聞いただけで、しっかり調べた話やないんだけど、まあ調べればすぐに出てくると思うんだけど、台湾と断交した後、中国と国交を結んだ韓国は、元台湾の大使館を無償で中国に提供したそうや。まだまだ、いくらでも、こんな話あるんやけど、わしが一番ムカついとるのはこの二つやん。こういうことを平気でしておいて、他人に対してなかったことで、嘘をついて、謝罪を求める。嘘だとバレても知らんぷり。決して謝らず、忘れてもらえるのを待ってる国。ほんと、それやわ。なんで断交してくれるんのやろ。おっと、断交間際に騙されんようにせんとな。今回は最新のニュースやなかったんで、ニュース原稿なし。わしのチャッピーさんのチムシー食べてるところをひたすら流しとったんやけど、台湾の話やき、漫画チャンネルさんが描いた台湾の話、台湾イースルで使ったイラストを上げさせてもらうわ。わけあってお休み中やけど、絶対続きを描くそうや。ほな、最後までご視聴ありがとうございます。いいねやコメントなんか入れてもらえたら嬉しいねん。漫画も読んでや。いろいろあるで。そやな、やっぱり台湾エースがおすすめやな。台湾の話だけに。ほなまた話をしに来る。ほい。どや、うさぎさん焼き、頬に手をつけてみたで。かわいいやろ。うざい？落ち込むやないか。ほなまた。チャッピーの部屋、うさぎさんニュースやで。今日のニュースはこれや。日本は弱い者いじめをする国だ。中国メディア、究極のおまゆやな。記事によると、中国メディアが日本は弱い者いじめをする国だ。韓国をいじめてばかりと書いたそうや。韓国をいじめてばかり。ほんとすごいな。記事によると、中国メディアのテンセントは、このほど、日本は韓国をいじめていると主張し、その理由を分析する記事を掲載したそうやん。記事は、国際社会の理想は助け合いだが、現実は弱肉強食で、日本はその典型的な例であると主張。日本は実力主義の国で、弱い者を叩くのが常だとし、かつては中国やロシアも痛い思いをしたことがあり、今は韓国が攻撃の対象になっているとしている。なんてとんでも主張してるそうや。さらに、一つ目は経済、二つ目は軍事面、三つ目は科学技術を挙げて、記事は結論として、日本の国土、人口、実力はいずれも韓国を上回っており、韓国は日本に大した反撃ができないのをいいことに、韓国をいじめてばかりと主張。結局は実力なものを言うと主張しつつ、日本は典型的な弱い者いじめの国だと締めくくっているそうや。いやー、笑かせてくれるわ。相変わらず。中華の報道なんて、誰もまともに聞いちゃおらん。ただただ笑うばかりやけど、おめでとう、韓国さん。これは間違いなく、レッドチーム入りやな。っていうか、
嬉しいんか韓国産。知っとるで。お互い一番、嫌いあっとることを。まあ、韓国産のことなんてどうでもええか。なんで、こんなバカバカしい記事を、わざわざ今出したかっていうことやけど、まさか、中国は、韓国を、本気で擁護なんてするわけないやろ。と言って、国際世論にこんなことを、本気で訴えれるとは。さすがに、中国も思ってはおられんようしな。まあ、基本は国内向け。日本に比べて、我が国は良い国ですよ。素晴らしい国ですよっていうアピールか。本当は、最近の日本の言動を、嫌に思っとるのかもしれん。尖閣上陸阻止に機外射撃もありとか、台湾のバナナの問題とか、内国人土地取引に関する法律の問題。どれも、これも嫌なことばかりやるから、嫌味の一つも言いたくなったのかもしれへんな。それならわし、嬉しいんやけどな。まあ、どうでもええ話やけど、目について、おまゆって、ごっつおもろかったんで、つい動画を作ってもうたわ。最後にもう一度や。韓国さん、嬉しいんか？最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録したってや。いいねやコメントなんかも大歓迎。できたらわしのチャンネル、チャッピーチャンネルも覗きに来てや。あ、漫画の方も見たってや。おもろい漫画がぎょうさんあるで。そやなおすすめはインプとヒール。プロレス漫画やおもろいで。ほな。チャッピーの部屋。うさぎさんニュースやで。はい、チャッピーや。今日のニュースはこれやで。小泉環境省新ポエムや。これがその記事。小泉環境省。コンビニでスプーンなどが有料化されれば、自分でスプーンを持ち歩く人が増えていく。こうしたことでライフスタイルを変化させていきたい。なんで他人のライフスタイルを、お前が決めるの？と一言聞いただけで、いろいろ言いたくなってまう小泉ポエムやが、そのライフスタイルとやらがええもんやったら、当然、今、すでに、いつもスプーンを持ち歩いているんよな。別に、法律で決めんでも持ち歩くのが簡単やで。たとえコンビニ弁当なんか、不安かもしれなくても、念のため。な、それがライフスタイルやろ。記事によると、やな。政府は、9日、事業者に、プラスチック製品の削減を義務付ける。プラスチック資源循環促進法案を閣議決定した。本国会に提出し、2022年4月の施行を目指す。環境省は成立後、省令で、コンビニエンスストアのプラ製スプーンや、飲食店のストローの有料化などを検討している。だそうや。さらに、プラスチックをめぐっては、昨年7月から容器包装リサイクル法に基づいて、小売店のレジ袋が有料化されている。小泉環境省は、新法案について、コンビニでスプーンなどが有料化されれば、自分でスプーンを持ち歩く人が増えていく。こうしたことでライフスタイルを変化させていきたいと述べた。どや？ポエムやろ？全然ポエムやないって？せやな。確かにライフスタイルとか、なんとか言うんは、ポエムやないな。けどな、スプーンやで、スプーン。ライフスタイルなんてカッコつけたことを言わんで、スプーンを持ち歩くだけで、スプーン一杯分の幸せが、なんて言ったら、ほんまに大ヒットした落合恵子の、ポエムエッセイ集やないか？まあ、落合恵子もあれやし、スプーンはええか。わしは、未だにレジ袋のことは、ごっつを掘っているんや。ゴミ捨ての日に毎回、小泉環境省ごっちゃまに、殺意を覚えるくらいや。一応カッコつけて、レジ袋廃止なんて言っちゃった手前、あまりに嫌がられたものの、振り上げた拳の下げ所がわからず、困ってるのかと好意的に見せやっていたんやが、今回の件を見てたら、ダメやな。日本のプラスチックゴミは、海洋汚染に何の関わりもなくて、レジ袋有料化は無意味な政策だって、みんな知っとって、みんなの怒りを買ってることが、全然わかっとらん。
ほんま、落としてやりたい。落としてやりたいんやが。また、バカなポエム好きなおばちゃんにでも担がれて、受かってしまいそうや。ほんと悲しくなるで。できることは、滝川クリステルがテレビに出てたら消すくらいか？あかん。わしテレビ全然見えへんのやった。どうせ振り上げた拳は下ろせない。それどころか、拳を振り上げてることにも気づかない。ポエム環境省やからレジ袋有料化撤回なんて、できるはずも考えつくこともないんやろうけど、こういうのはどうや？スーパー、コンビニの有料レジ袋をゴミ捨てにしようかに法案？どや？本当は法律なんていらん。市町村単位の条例で、回収はすぐにできるはずや。スーパーやコンビニで、有料ゴミ袋をバラ売りしてくれるだけでええんや。もちろん、値段は、今の有料ゴミ袋と、同水準にしてもらいたいところやが。ポエムばかり言ってないで。最低このくらい、国民側の目線に立ったことの一つでも、やってみえや。迷惑なのは親父譲りか？うさぎさんでも思いつくことやで。最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録したってや。いいねやコメントなんかも大歓迎。できたらわしのチャンネル、チャッピーチャンネルも覗きに来てや。漫画の方も見たってや。おもろい漫画がぎょうさんあるで。とやなおすすめはインキューとヒール。プロレス漫画やおもろいで。ほな、